まず、ヒデ先生とは、現在は YouTube でアニメ技術を惜しみなく発信されてるプロのアニメーターさんです。25歳から絵の勉強を始めてアニメーターになられてる意外な経歴の持ち主です。まさかその年齢からって思いますし、大人になって絵を始めても大丈夫だって励みになる存在ですね。アニメーターとしての参加作品は有名なところでヒロアカ、進撃の巨人、キルラキルなどの原画をされてらっしゃいました。そんなヒデ先生の新しいコロソの講座、かかげから見てこんな講座でした。ある程度人の素体は描けるようになったが、なんか自分の人体おかしくねって疑問に芽生えた人におすすめだなぁと私は感じました。最初はまずと思うかもしれないけど、線画の見直し、線の硬さからの脱却から始まって、人の動きのぎこちなさの改善、アニメーターさんだからこその自然な動きの描き方、当たりの捉え方、単純な形に落とし込む考えは特に勉強になりました。中盤は体の動きに対して自然な服のシワの付け方の解説、どうすればゆったり軽やかにふわっと空気をね感じさせるようにどうやって描けるのか詳しく説明されてました。シワの説得力はキャラクターをね見せる上で非常に重要なので、何度も見返して真似して描くといいと思います。イラストレーターは前後感がなくて、その場面の一瞬を描くことがどうしても多いので、凝り固まったシワになりがちです。ここはね、さすが動きのアニメーターさんだってね、圧倒されてしまいました。後半は実践編、前半中盤のね、知識だけはね、頭にはあるんだけども、そこでね、実践をしてない人がね、やっぱり多いです。最後はその実践を想定した前半中盤のテクニックの落とし込み方が説明されてます。画面を回転させて線画を描くのもただ描きやすいってだけの話ではなく、絵を見る人への考え方も取り入れるとより良い印象の線画を描けるっていう話もすごく面白かったです。僕もなかなかに硬い線を描くまだまだひよっこなんで、ヒデ先生の講座特に前半と中盤を何度も履修してみようと思っております。もしかしたらそんな動画も出すかもしれない。それではみんなで一歩先に進むために、気になる人はヒデ先生の講座を見ましょう。第9項、服を描くときに意識する基本ポイントということでやっていきたいと思います。ここからはこの講座の本題となるキャラクターイラストのディテールの部分、服の描き方について学んでいきたいと思います。服の描き方には実はどんな服装にも当てはまる決まった法則と、動きによってパターン化されたシワの法則があるんですよね。この基本を知っておくことで、どんな服装であっても、またどんな動きのポーズであっても、キャラクターの服装が簡単に描けるようになると思います。素体は描けるけど服を描くと不自然になってしまって困っている人や、動きに合わせたシワをどのように描けばいいのかわからずに悩んでいる人は、ぜひこのセクションを最後までご覧いただきたいと思うのですが、ここで一つ注意していただきたいポイントがあります。この講座は服の描き方の基本を公式とパターンで覚えるということがテーマとなっています。どういうことかと言いますと、例えば小学校の頃、算数で台形の面積の求め方なんかを習いましたよね。その求め方の公式は、上底足す下底閉じかける高さ割る2となっています。この公式さえ分かっていれば、基本的にはどんな台形の面積でも求められると思います。例題として、上底が3センチ、下底が5センチ、高さが4センチの場合の台形の面積を求めるとすると、この数字を公式に当てはめて、3足す5閉じかける4割る2、これを計算すると16になるので、16平方センチメートルが答えとなります。こんな感じで解き方の公式さえ分かっていれば、そこに任意の数字を当てはめることで、どんな形の台形であったとしても面積を求めることが可能になると思います。今回お話しする服の描き方の公式も、実はこれと同じことが言えるんですよね。描き方の公式を学ぶことによって、いろいろな数字、今回の講座の場合で言えば、服のデザインや素材を指しますが、それを自分で当てはめて書き方の答えを自分で導き出せるようにするというのがこの講座の狙いとなっています。
算数の授業でも、ここが8でここが6の時答えはこうだよとか、ここが9でここが3の場合は答えはこうだよといった具合に、いちいち全部の数字を当てはめた場合の答えを教えてもらったりはしませんよね。それと同じで、最終的には自分が書きたいものを自分で書ける力をつけてもらうというのがこの講座の狙いとなっています。それではやっていきましょう。ということで早速ですが、服を書くときに意識する6つの基本ポイントの1つ目からやっていきたいと思います。基本ポイントの1つ目は、単純化の意識を持つということです。人物をブロックで考えると、前の面と横の面がしっかりと意識できますよね。例えば、この素体の場合、胸郭のボックスの前面はこちら側で、体全体もね、こちら側が前の面ということになります。それに対して側面はこちら側ですね。腕がついてる方が側面という感じになるわけですね。キャラクターの服を描くときになぜこの単純化したボックスの意識が必要なのかと言いますと、体の面が変わることによって線の向きが変わるからなんですよね。例えば腰の部分を見てみると、前面の流れがこの向きに対して、この部分から側面のボックスの線の角度が変わってますよね。胸郭の部分も同様に、ボックスの前面の線の角度はこの向きなのに対し、側面の線の角度は方向が変わっているのがわかると思います。実際の人間の体はもっと丸みを帯びていますので、面の変わり目がこんなにはっきりしているわけではないのですが、前面と側面で服の流れも変わってきますので、服を描くときは単純化した人物の面がどのようになっているのかということを意識するのが大事になってくると思います。ここでは腕や足を円柱で捉えていますが、例えば腕の部分の円柱にしても前の面と横の面で分けることは可能となりますよね。こんな感じでこちらが前面、こちらが側面となってくると思います。足の部分も同様に円柱を前面と側面のある立方体で描いてみるとこんな感じになってくるかと思います。この部分が足の前面で、こちら側が足の側面という風に捉えることも可能になってくると思います。ですので、例えば上着の袖やスカートの回り込み、もしくは靴下の回り込みなど、そういった部分を描くときに前面と側面で角度が変わってくるということを意識することが大切になってきます。ということでね、実際にこちらの素体の上に服を書き込んでいってみたいと思います。服装に関しては、上は T シャツ、下はスカートといった感じで書いていきたいと思います。ここで面の意識が重要になってくるのは腰のベルトの部分ですね。腰回りを書くときにこんな感じで前面と側面をあえて角度をつけて方向を分けるといった感じでね、ベルトを書いてあげると面の方向性がはっきりと出て立体感が伝わりやすくなるんですよね。スカートを書く場合、例えばひだがあるプリーツスカートなどを書くとしても、まずは単純化したボックス書きで前面と側面が分かるように当たりを取っておきます。この当たりをもとにプリーツスカートの縦のラインを書いて、そして下の方の回り込みのひだの部分ですね。ここを入れてあげると、一見難しく感じるスカートも簡単に書けるようになると思います。こんな感じで当たりを取ったら、あとはこれに合わせてディテールを調整しながら線をなぞっていけば簡単にスカートが書けますね。こんな感じで一見ブロック書きとは無縁そうなディテールの入った細かいものもブロック書きに一回落とし込んで、それを下地にして書いてあげると面の意識が非常に持ちやすくなって立体感のあるイラストが描きやすくなってくると思います。手の部分も一見難しそうに見えるんですけど、手のひらの部分は四角い板で捉えて、指の部分もね、円柱もしくはブロックで捉えてあげると描きやすいかと思います。最後に顔の部分ですね。顔も基本的には単純な形に落とし込んで、前面と側面がどこで分かれているのかという意識を持って立体的に描いてあげるようにしてください。どうしてもこういった単純なデフォルメされた顔になってくると、立体の意識を持つことが難しくなってくるとは思うんですが、デザインがどうであれ、目の位置、鼻の位置、口の位置っていうのはやっぱり立体の上に乗っかっているものなんで、その立体を意識して描いてあげるということが大事になってくるかと思います。髪の毛の部分もその形だけ見て描いてしまうと平面的になってしまいますので、髪の毛束を一つの立体として捉えるような癖をつけて描いてあげてください。はい、ということでね、だいたいこんな感じで描けましたがいかがでしょうか。
最初にボックス書きの立体を意識して、その上に服の流れ、ラインを入れてあげると、前面と側面の線の方向が変わる場所が意識しやすくなるので、服に限らず立体的なディテールが描けるようになってくると思います。それでは面を意識して服を書き込む練習をいくつかやっていってみたいと思います。今度はこの素体に面の意識を持って服を書き込んでいってみたいと思います。ここで注意していただきたいのは胸の面の見え方なんですよね。上から見下ろすような構図の場合、胸の上の面が幅広く見えて、下の面はほとんど見えないということに注意が必要です。単純な立体の形で捉えると、だいたいこのような形を意識して描くことができるかと思います。それではこれを踏まえてこの素体に服を着せていってみましょう。今度はワイシャツにネクタイをした人を描いていってみたいと思います。まずはこんな感じで首の回り込みに合わせて襟を描いていきます。そしてネクタイの部分なんですが、胸の出っ張りに合わせてネクタイの向きが変わってきますので、ここのラインに合わせてネクタイの角度がこんな感じでね、変わってくるかと思います。ネクタイの上の方は胸の上の面に合わせて乗っかっている感じで、ネクタイの下の方は胸の面に沿っているのではなく、空中で重力によって下に垂れ下がっているといった感じですね。こんな感じで面を意識することによって、そのものがどちらの方向に向かうのか意識しやすくなるんですよね。そして腰の部分は先ほどお話ししたように単純化した腰のボックスの面に合わせて角度を意識して描いていきます。ちょうどここから横の面になって角度が変わる感じですね。足の部分は今度はショートパンツ風にしてみたいと思います。太ももの回り込みは先ほど言ったように円柱ではなくこんな感じで前面と側面を分けたブロックのように捉えてあげてもいいと思います。そうすると前面と側面が非常に分かりやすく分けられるので絵の立体が把握しやすくなると思います。実際人間の太ももの部分はね結構丸みがあるのでズボンの裾がここまで角張るということはなかなかないかもしれないんですけど、練習のためにこうやって立体を意識して角張らせて描くというのも立体を意識するためにはいいんじゃないかと思います。あとは顔のパーツの立体を意識しながら顔を描いていきます。ここでは土台となる素体の部分がね下に描いてあるので、その上に髪の毛やね顔のパーツを乗せていくといった意識で描いてあげれば形が崩れることはあまりないと思いますのでね、そこまで難しく考えなくても描けるんじゃないかと思います。大事なのは配置とバランスになってきますのでね、そこさえ気をつけていただければディテールに関してはねどんなディテールを載せていただいても問題ないんじゃないかと思います。ということで、だいたいこんな感じで書けましたが、一旦書けたら終わりじゃなく、一旦書いたものはねやっぱり見直ししておかしなところをチェックしていくのが大事だと思います。ウエストの位置がちょっと低く書きすぎたなという感じがねしますので、このウエストの位置、ベルトの位置ですね、もう少し上に修正したいと思います。だいたいこの辺でしょうか。ということで、だいたいこんな感じで良さそうでしょうか。あとは顔の輪郭の部分ですね。顎がちょっと長すぎた気がしますので、ここも修正しておきます。ということで、だいたいこんな感じでいいんじゃないかと思います。それでは今度は体をひねった状態のポーズに服を着せていってみましょう。今度は先ほどと逆で下から見上げている状態なので、胸の上の面が狭く見えて、胸の下の面が幅広く見えてくるかと思います。そして体をひねっていますので、体の側面の部分はこんな感じでねじれた状態で捉えることができると思います。単純なボックスに置き換えて考えると、背中の面とお腹の面が同時に見えるということはありえないんですが、体っていうのは単純なボックスではなく丸みを帯びていますので、こんな感じで胸郭の部分の前と後ろが同時に見えるということもあるかと思います。そしたらですね、こんな感じの面分けを意識してこの素体に服を着せていってみましょう。今回は上はシャツ、下はタイトスカートという感じで描いていってみたいと思います。胸の部分は頂点から頂点まで服の布がピンと張った感じの表現になりますね。そして腰の部分、面の境目を意識して角度を変えて描いていきます。服のシワに関してはこの後のチャプターでしっかりと解説していきますので、この段階では見よう見まねでね描いていただければいいのかなと思います。
このチャプターでは服を描く基本としてまずは面の意識というのを大切にしていただければというところですね。手の部分は素体の段階である程度しっかりとね形をとって描いていますので、ここはなぞっていくだけで大丈夫かと思います。反対の手も同じようになぞっていきます。下書きの素体がある程度しっかり描けていると、こういった部分はねなぞるだけでいいといった感じになってくるんでね、ぜひ下書きの素体をねまずはしっかりと練習していただければと思います。そして下半身ですね。ここではタイトスカートなので布がしっかりと張った感じの表現になってくるかと思います。足を開いていると布が左右に引っ張られてピンと張った状態になるんですね。だいたいこんな感じで描けたら、あとは顔の部分ですね。顔を描くときも顔の前の面、顔のパーツがある面ですね。それと側面、耳がついてる方の面ですね。この前面と側面がどこで分かれているのかという両線をしっかりと描いておいてあげると立体を意識しやすくなると思います。あとは僕の場合、目の下まぶたのところのラインをしっかりと揃えてあげるために下まぶたの位置に補助線を引くことが多いですね。こうすると目の左右の位置のズレが少なくなるので、この補助線は結構使いますね。あとは今回ちょっと驚いている感じの表情にしたいので、口をこんな感じで開けておきましょう。そして髪の毛の部分ですね。髪型もここではそこまでこだわらず、ちょっとね僕の手癖な感じで描いていっています。ここではオーソドックスな髪型で描いていっています。上の方は頭のラインよりちょっと浮かせたところにね髪のシルエットを描いてあげます。そして振り返ってるような表現にするために髪の毛に少しだけね動きをつけて描いています。鼻と口の位置がちょっと下がりすぎてる気がしますので修正します。あとは頭の形ですね。ちょっと髪のボリュームつけすぎた感じがしますので、この辺も修正していきましょう。頭が単調なのでアホ毛なんかをつけてあげてもいいかもしれないですね。口の開き方がちょっとわざとらしいんでね、もうちょっと簡単な表現にしましょうか。ということでこんな感じで描けましたが、下半身の部分単純に面分けするとおそらくこの辺に後ろと横の境目が入ってくるんじゃないかなと思います。そうすると足の立体っていうのは四角に落とし込んでみるとこんな感じの面分けができると思うんですが、そうするとこのスカートの流れが少し不自然ですよね。本来ならこの辺で面が変わっているので、スカートの線の角度はこっち向きに流れるのが正解になってくるんじゃないかと思います。そうするとね、今度はこの線がいらなくなって、スカートの見え方っていうのはね、こんな感じで見えるのが正しい見え方になってくるんじゃないかなと思います。ということで3人ほど描いてみましたが、服を描く時の意識として、まずは体を単純化して立体の意識を持ってあげるというのが大事になってくると思います。そして服を描くときに立体の面が変わっているところで線の流れを変えてあげると立体的に描けるんじゃないかと思います。服を描くとどうしても平面的になってしまうという人は、この体の立体が意識できていないことが多いと思いますので、まずは単純な形で体を捉えて立体の面がどこで変わっているのかというのを意識してね、服の向きを考えて描いてあげるとうまく描けるんじゃないかと思います。